よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初期型の GR ヤリスは取材させてもらったことあったんですけど、はい、ついに出ました後期。トヨタ側では進化型と言ってるみたいですけど、僕は普通に後期って言ってます。もうなんか全部が変わったって言われてて、プロドライバーの人ですらもう乗り味も違うし、外見も違うし、ステアリングフィールも違うしみたいな、だいぶ変わりました。だいぶだからもう谷口さんも前期乗ってる人は失礼ながら後期に買った方がいいっていうぐらい言ってますね。そんなぐらい変わったと言われてる、さすがトヨタさん、さすがやっちゃいますね。ね、秋夫さんがマスタードライバーでやられてるってことで、まあそりゃねいい車できますよね。はい。でこれいろいろと進化どころ、ちょっとフロントからいくと、まずもうバンパーが3分割になったっていうちょっと珍な。出ますね。ここの塗られてる部分とここがそこですね。1、2、3っていう形で。じゃあこれもしぶつけたとしてもそこの部分だけ変えればコストを低く変えられるって感じなんですね。はい。だいぶこの開口口が大きくなりましたよね。大きくなりましたね。はい。この辺がなんか冷却系とか吸気なんですかね。ここがブレーキ、ここが本来であればオートマだったら DAT クーラーに冷却のオプション、クーリングパッケージだとサブラジエーターがつくんですけど、なるほどね。こっちはまあマニュアルでかつそのオプションつけてないんですけど、まあ将来的にはちょっと自分でつけようかなと。自分でもね。調べてると4万ぐらいで部品は買えそうなんで。全然コスパいい。はい。後付けできそうなパーツもいろいろといっぱいね出してくれてますし、カタログのオプションでも出してますもんね。出してますね。いやでもまあほとんどいらないんじゃないかなと思うぐらいですけど、あとこのグリルもねなんかちょっとこの辺がすっきりしながら網網ね、虫とか葉っぱ入るのが嫌なんで、これ純正だと結構でかいですもんね、穴が。そうですね、これが実は金属だったりするんで、でその後ろに HPI のインタークーラーが入る、提供でくださったんでつけて、で追加でオイルクーラーもこの上の方にすごい入ってまして、こんだけ入れば温度気にせずぶん回せるんじゃないですか。ですね、オイルクーラー入ったから油温が厳しい車とは言われてはいるんですけど、100度行ったり来たりなんで全然夏でも安心。直産でこのエンジンルームなんで結構熱しんどいかなと思えば、ちゃんと冷却やればそんなこともないって感じですね。そうですね。あとこのボディカラーなんて言うんですか。プレシャスメタルっていう最近の現行のクラウンとかに採用されてる。なるほど。ヤリス標準はこの色ないのかわかんないですけど、ボディもマッチョだからかわかんないですけど高級感ありますね。このヤリスはカラーなくて、これオプションで付けられるカラーですね。GR ヤリスだと。いやこの色いいですね。ボディラインも目立つし、ちゃんとこのくっきりエッジも目立つし、僕はマットよりこっちの色の方が結構好きかなと思います。そう、僕も気に入ってますこの色。もうあとこのフェンダーのこのね、このやりすぎ感のあるぐらいのもう名前に恥じないやりすぎ感。いや本当にやりすぎですねこれね。すごいですよ。だってこれ純正でこのサイズで車幅も1805とか1805です。このサイズでこのフェンダーはやばいっすよね。車庫長入ってるからゆえにキャンパーつくともうめちゃめちゃ内入りますもんね。そうなんですよ。だから普通にサーキット勢だと265とか入ってる人は結構います。まだまだ余裕のあるフェンダーということで、そうですね。まあ楽ではありますよね。後から広げるよりはだいぶ楽ですし。ただ前は全然入るんです。後ろが意外と保安基準的でいう30度50度が意外とクリアランスなかったり。結構フロントの方が出てる感じしますね、こう見ると。ですね。はい。やっぱり後ろの方が少し余裕がないかなって感じですが、まあでも。ね、もう標準でこんなブレーキもつき、これオプションになるんですか。 RZ だと RC だと16インチのブレーキになっちゃうんで、それは18インチオプションにしないとつかない。なるほど。でもこの色はハイパフォーマンスの一番上のグレードだけ、ただ見た目だけ変わると。いやいやでもねこれ大事ですよね。こんだけブレーキもでかくて、ホイールもなんとこれ BBS っていうね、もうなんか後から変えなくてもいいですよっていう感じのおじさん心をくすぐるというか、しっかりとね止まりますし、タイヤもパイロット 4S なんだ。いいですね。もう 4S が入ってたらそんなにロードノイズも気にならないですし、路面は効きますね。このサイズでまあ2254018も入ってるんで、で車庫長はブリッツの WZR を自分で組みました。こういう車自分で組まないとよく構造とか理解できますしね、いいですよね。ただちょっと普通の車よりもボルトがトルクかなり高かったりして、手持ちのトルクレンチが手をできなかったりするんで要注意です。この辺は要注意ですし、この辺覗いてるとブレーキダクトとかがね鎮座してて面白いですね。ちゃんと冷やしてるんだろうなっていうのはいろいろ考えてあるし、これ2ピースでいいんですか。一応このブレーキは2ピースですね。後から減っても変えれますよと。ですね。結構すでに減ってますけどね。いやまあね、多分結構攻撃性高いんでしょうね。も
もうだからダストが出まくるで、昨日の夜洗車したのにもうこのダストの量、いやすごいですね。ここに来るまででこれですもんね。はいすごい。でもブレーキもね、これモノブロックなのかな。モノブロックです。後から変えなくていいよっていうのがまあメインだと思いますがですね。だから意外とこの GR のブレーキを今の現行の86とか利用するパッケージが最近出始めてるらしくて、あとはやっぱりこの横から見た時に全長4メーターぐらいなんで、最近の車大きいじゃないですか。やっぱり大きいですね。なのにこの車はまだまだフィットサイズというかノートサイズというか、この小さいサイズがまたいいですよね。ですね。でギリギリ4メーター切ってるんですよ。そうですね。3995ですね。はいなのでまあコンパクトですね。コイルベースもまあやっぱりちょっと短めで、そうですね。キビキビ動いてくれそうですし、はい、あとはこれちゃんと見比べるとこの窓のこのラインも全然違うんですね。普通のヤリスとね。あとは5枚ドアか3枚かみたいなところもありますし、よく車用車みたいな車をここまでスポーツに仕上げるなっていうのもすごいですよね。ベースからね全然違うと言われたらあそこまでなんですけど、前半のフレームは普通のヤリスと一緒ですけど、後ろがカローラのフレームになってるんで、なんか後ろだけ W 脂肪に変わってるっていうのも、それはでかいですね。でかいです。後から変えられない。変えられない。初めて見た時ここのマッチョさがもうやばくてすごいなと思いましたけど。違和感しかないです。まあもう違和感ですよね。もう逆に一周回って駐車が結構難しかったりするんですよね。後ろを基準で止めると大体斜めるんで、確かにこう見るとちゃんとフロントより後ろの方が出てますもんね。そうなんですよ。あとはもうこの車高の下がったこの感じもかっこいいですが、テールがだいぶかっこよくなりました。前まではここで切れてたんでしたっけ。もうここだけでしたよね。そうです。そこまでで、ここは普通のピアノブラックで、ストップランプがここについてたのが撤去されて、はいはいはい。でここにですよね。こことあとはこのバックランプもここに全部移植されて、リアフォグつけたらここがリアフォグ、バンパーを変えても何も透過類変えなくてもいいというところも狙ってるらしいですけど、こんだけ集約されてトヨタのマークまで剥がされたらもうすみませんって感じですよね。もういろいろ考えていただいてごちそうさまですって感じ。ごちそうさますぎますね。でこのマフラーも結構デザインもかっこよくて、これも前期から変わってて、出口の幅も変わってるんですよ。広くなってるんで。この辺もなんかちょっとずつ変わってるんですね。太鼓の形状も円柱からちょっと特殊な形に変わってたりとか。もともとこの車も272馬力とかでしたっけ、前期は。はい、これから304、そんなぐらいでしたよね。10% ぐらい増えてるので、やっぱり排気もレイアウトも変えてるんでしょうね。ですね。とはいえやっぱり踏んでるとこんなに黒くなるんですね、これね。やっぱりね。見ないでください。はいね。すごい。だいぶ焼きちゃって。まあそれほどね排熱も排圧も高そうですし。だから変に中途半端なマフラー変えると性能ダウンするみたいな噂がありそうですよね。最近のトヨタ吸気も排気もいいから変に変えると遅くなるんですよね。カスタマイズは特に前期はかなりシビアなんですけど、後期になってからだいぶ寛容になって、マフラーいいやつに変えると結構グンと上がったりとかするらしくて、HKS とかもタービン変えれば450とか出してますし、いろいろエンジンの耐久性も上げようと頑張ってるんでしょうし、あとはもうやっぱこれちょっとトランク見せてください。これ、はい、だいぶ広くなったと言われてるよ。広っ。これ椅子倒してればもうほぼ何でも乗せられるって言ったらあれですけど、結構乗せられますね。コンパクトとしては、ね、全然入りますよ。これだけ詰めれば十分ですし、あとはここを下を開けるとバッテリーとか、変態タンク、タンクがあってインタークーラー、インタークーラーにシュッシュシュッシュ吹いてくれるやつですね。ですね。でもちゃんとね、この位置も真ん中寄りにしてあるし、重量配分も考えてそうですよね。あとここもちゃんとえぐってあるところもさすがバックとかも入れやすいですね。あとこの開口部も相当点止めが多くなったというか、スポット止めが多くなったって言ってましたけど、もうここら辺がだいぶマシマシになって、GRMN 仕様だったら、前期のさらに500点ぐらい多いみたいなことも言ってましたし、後期は MN ほどではないにしろ、だいぶ前期よりも増えてる。十分でしょ。ボディ剛性も上がってるし、ボディのパネル溶着剤もね結構量が増えてたり、こういうところ内装も薄くしてちゃんと中を広くしてるところもいいですね。あと触れ忘れてた、このギアもちゃんと対向式のキャリパー入ってるんですね。そうですね。前も後ろも、前が4で後ろが2、ちゃんと後ろもブレーキが使ってる感じもあるんで、前後のバランスいいんでしょうね。すげえ。いやいいな。やっぱ改めて見るとこのサイズ感いいな。もうないですもん最近このサイズ感の車が。ないですね。じゃあちょっといいですか。いいですよ。さあ、ドアも軽い。あとドアがでかい。ボンネットドア、リアのドアがアルミなんで。アルミなんですね。アルミなんです。お金かかってんな。
この中見ればもう後期ってすぐ分かりますね。ここのフラットさがね、このダッシュボードも出て、あとはシートポジションも25ミリ下がったとかも言ってますし、前のヤリスだとこのよくあるこう真ん中にねディスプレイがでかくドーンとこう出てて、ルームミラーも結構下の方にあるんで、ちょっと真ん中の方見づらいなっていう人多かったんですけど、相当視界性良くなってますよこれ。前期一瞬だけ運転したことあるんですけど、めちゃくちゃ見づらいのに対して、後期はだいぶ改善された普通の車じゃねえぐらいの見渡しの良さにはなりました。いやもう失礼ながらアクアですらこのミラーが結構ね下に来てて、来てますね。真ん中がね見づらいんですよね。見づらいですね。本当に全部これにすればいいのにね。もうあとはもうシートもまあ純正だけどスポーツシートが入ってるんですかね。はい。こんだけありますからね、サポートも。だから街乗りは十分。もちろん乗りはもう全然十分ですし、まあサーキットに行けば多少ホールド性は足元欲しいかなと思うかもしれないですけど、あとはこのウォータースプレーもここから吹けると。これも押せばピュッと出てくる。ピュッと出ますね。ちょっと座っていいですか？いいですよ。すいません。よいしょ。いやー、ちょっと新型になってただの外装だけチェンジかと思ったら全然違うという視界性めちゃくちゃいいこれ。だいぶ変わりましたね。多分これ座らないと分かんないですね、この視界性は。すごっ。これぐらいもうちょっと目にここが入ってくるかなぐらいですけど、あとこのね足元もいい、ちゃんと真ん中なんかすごいやりやすそうですもんね。でもこれはオートブリップがついてるんですかこれ？はい、IMT っていう文字の。これがそうなんだ。自分でやりたい人もいますしね。いやすげえなこれ。もうミッションももうスコスコ。だいぶ気持ちよく。これなんかショートシフターとかいらないもんなあとこのセンターのねこのズレも全くないですからね、ほぼ。すごっ。 GR86 もこんな感じにすればいいのにな。 GR86 より全然ねしっかりしてますねこっちの方が何なんだろう。ちょっとこれエンジンかけてみていいですか？いいですよ。ここですね。ここここなんだ。はい、よいしょ。おお、またオープニングがかっこよくなってるこれ。フル液晶に後期から変わって、前期だとメーターアナログなんで真ん中にちょっとだけ液晶乗ってる感じで。そうですね。これだったら追加メーターいらないですね。十分水温、イオン、油圧、あとは気圧。これはいいし、もっと走りたいだろうな。まだ8000キロですけど、実はこれ今年の4月の中旬に納車されて、4月年間2万キロペースぐらいですね、もうね。レスポンスもちょっとなんか吹き上がりが良くなってますけど、何なんだろう。前期よりなんか変わってるのかな。インタークーラー大型化してるから、むしろもしかしたら悪くなってるかもしれないんですけど。いやそれにしても直産とは思えないなこれこれなんかパターン選べるんでしたっけ？4駆のモードが右で、左がドライブのモードです。ノーマルから今グラベルっていうモードに変わって、はいはいはい。でノーマルで、あとは押すとトラック。なるほど。メーター自体はこの変わらないですか？これなんかドライブモードどれだろう。はいはい。ノーマルからスポーツで変わります。かっこいい。もうこれ GR86 ですね。もうかっこいいかっこいい。インジケーターが変わって。はいはいはい。一足二足のこの真ん中の走らないと出ないですね。フルシだと設定でこれ出てこないんで、それを設定で変えて。そうなんだ。いやいいっすね。まあ値段もそうですけど、ちょっと高級感ありますねやっぱり。ですね。ヤリスとは思えない。ヤリスとは思えないですね。だってヤリスにこんなJBL の8スピーカーみたいなのつかないですからね普通は。これオプションで純正ではないんですけど、そもそもオプションとしてないですからね。いや普通ないですね。あとこれシートヒーターまでついてるんですかこれ？オプションです。オプションなんだ。同じオプションなんですよ。スピーカーだけっていうのは選べないんで、13万とかそのぐらいのオプションで。でも13万で JBL もついてシートヒーターもついて、ヒアリングヒーターもついてる。いいですね。はいはいはい。あとステアリングのサイズ感もいいですね。ちょうど革の質もいい。なんだろうこれヤリスとは思えない。まあヤリスじゃないんだろうな、もうなんかコンセプト的にはヤリスじゃないですね。はい。そうだ。あとこれは縦引きじゃなくてここなんですね。これはオプションつけないと。ギリギリオプションで選べなかった時期の車なんで。なるほど。まあでも正直ね、競技めちゃくちゃやらない限りは正直いらないんじゃないかなって思うんで。まあ確かにこっちの方が引きやすいですけど、別にここでも勝って引けますしね。引こうと思えばまああとここのね掘り込みがあるのがすごいなんか乗員のこと考えてるなっていうか、後ろの人が頭当たらないですね。意外と人権ある。人権ある。全然ありますね。じゃあちょっと最後エンジンルームいいですか？いいですよ。お願いします。さあ、さすがこの辺もこれアルミでしたっけ？アルミですね。なんか結構ペラペラですね。軽い
すごい。いやー綺麗だなエンジンルーム。まだ4ヶ月なんでさすがにね、もうほぼ新車。ストラットの付け根のボルトも1本から3本になって、この辺もね変わってるみたく、車幅1805に入れるにはもうパツパツなんだな。3気筒の10.6って言ったらもっとスカスカなのかなと思ったら、今の時代ってやっぱターボも大きいし、エアクリも相当でかいですからね。これハリアーとエアクリーナー同じサイズなんですよね。基板見てるとここからねダクトを吸って、ここからちゃんと吸ってで、実は4000回転ぐらいからまたここウエストゲートが見えづらい。多分開けてこっから見た方が早い。そんなすぐ開くんだすごっ。ここが開くんですよ。エンジン熱吸っちゃうんですよね。なるほど。そこはちょっとっていうですけど、変に車外に変えてもになりそうですね。これそうなんですよ。あとこれルーキーレーシング、あんなそこにシール貼ってあるんですか？そうなんですよ。全車貼ってます。これ実は電気にはない要素だったりするんですよ。FF ベースとはいえ、これ4駆ですもんね。4駆ですね。4駆でドライブモードで配分変えられるんでしたっけ？ノーマル6対4、グラベルモードが53対47。トラックだと可変して3070から6040。そこら辺もじゃあ前期とちょっと変わってるんですね。そうですね。設定が細かくなってるという。じゃあもうせっかくなんでね、この車はジムカーナでもレースでもダートでもいろんなところでしばかれ回してね、進化した車なんで、ちょっとぜひ一周どんな感じか乗せてください。このトルクは GT3 ついていけないわ。はい、こんにちは。こんにちは。車好きがみんな通る道としたら車の買い方ですね。で、僕もいろんな方法あるなって挙げてみたら、現金一括で買えるお金を貯めるだけでももう3年ぐらいかかるみたいな。ローンだったら例えば残クレとかもねありますよね。ありますね。はい、残価設定型ローン、あとは銀行ローン、ディーラーローン、いろんなローンの組み方あると思うんですけど、そうですね。その中で最近なんかね、よく残クレはなんでお得に見えるのかみたいな話とか、残クレは残クレの良さがあって、1000万円の車を買おうとした時に分割して払う時に1000万円じゃなくて、将来じゃあ5年後に売れる金額を見積もって、じゃあ1000万円中500万円で売れそうだなっていう設定をしておけば、500万円分を分割して払えばいいわけじゃないですか。もちろんお財布には優しいし、その後もしまだ乗りたいってなったら、その時にもう一回500万円をローンとして組み直すみたいなことができる。それできますね。だから別に悪いことだけじゃなくて、いろいろいいこともあったりも多いんじゃないかなと思いますと。そのローンごとのこの構造のリスク、メリット、デメリットがあるって感じですね。クラウドローンさんはね、金利を抑えようとしたら、やっぱり残クレよりは銀行のマイカーローンとかで借りれば、例えば 1.9% とかそんな金利で借りれますけど、じゃあ今ディーラーローンだったらいくつなのかって言ったら結構上がってきてるんですよ。例をもらってて、380万の車を5年で完済するという返済のねプランで立てた時に、ちょっとこれもね、金利の相場って前後あるんで何とも言えないですけど、銀行ローンが 1.8%、ディーラーローンだと 5.5% ってなった時に、毎月の返済額が銀行ローンの 1.8% だと 66,280 円。安いですね。でディーラーローンだと 5.5% の場合 72,600 円。なるほど。この差がね、大体毎月6000円ぐらい変わってくるんですよね。金利が 1.8 か 5.5% だけで。だいぶ大きいですよね。だいぶ大きいですよね。 1.8% で5年間分割して払えば397万7000円がトータル支払い額なんですね。5年間308万借りて17万円で貸してくれるわけですよ。だいぶ良心的ですね。めちゃくちゃ良心的じゃないですか。自分貸します、じゃあ380万5年間貸しといてやって、もしかしたら口倒れする可能性もあるんですよ。僕が死にますでしょ。ディーラーローンでじゃあ 5.5% で組もうと思ったら435万円と。なるほどね。そこの差だけで40万円近く差があるとってなった時に、やっぱり皆さん低い金利で借りたいじゃないですか。ここまで差があったらちゃんとやっぱり面倒くさかろうがいろんなところに審査を通してみるべきですね。やっぱね、間違いないですね。基本年単位で契約すると思うんで、結構大きいんですよね。そこ大きいっすよね。この銀行ローン、残価設定、ディーラーローンのこの、メリットデメリットは、銀行ローンはまずあれですね、所有権が自分にありますよね。そうですね。あと金利が低い。ただ審査はめちゃめちゃ時間かかりますね。かかりますね。年収証明出せやら、納税証明書出せやら、その書類を一つの、銀行に投げたらいろんなところで共通でできるのかと思ったら、各々のねフォーマットで出さないといけないです。そうですし、面倒くさいと。じゃあ残価設定どうなのかというと、メリットは毎月の支払いは抑えられますよ。じゃあデメリット、走行距離の制限があったりします。いろんな残価設定のローン会社もあるんで、走行距離の制限かけられるところもあるし、ないところもありますけど、走行距離制限されると結構うざいじゃないですか。毎月乗りにくくなりますね。乗りづらいでしょ。あとは損傷による負担、これは確かに、ぶつけたらその分直してから最後納車してくださいよと、それは当たり前です。それはそうです。あと所有権なし、所有権解除して最後お返しするみたいな形になります。じゃあディーラーローン、
メリットは手間少ないですね。書類とかその営業前に投げとけばあとは全部通してくれる。そうです。そこは楽ですよね。ただ金利が高い、これもあれですね、一緒の収益がない。何が正解だって言われたら正解ないんですけど、でも一つの正解値の目的としては金利が安いことによる総返済額が安い。そうですね。あと月々の返済額もそれで安くなるのでってなったらやっぱり銀行ローンいいなと思うと思うんですけど、ですね。じゃあクラウドローン経由で審査を受けることのメリットが一番いいなと思うのは、複数のオファーを比較できると。クラウドローンさんが提携してる銀行があって、そこの銀行さんからこの人の信用だったらこのぐらいのパーセンテージで貸しますよっていうのが一括査定してくれるんで楽じゃないですか。めちゃめちゃめちゃくちゃ楽です。入力するだけで。あとこれのクラウドローンのいいところ、手数料が特に何か使ったからってかかるわけじゃないんですよ。それは大きいです。借り手が何かしらの不利益を得ることがないから、これいいなって。それ使いやすいです。じゃあこれ1回飛ばすのにじゃあ5万ですとか、じゃあ成立したら10万ですってなったら、ちょっと話変わるじゃないですか。そうですね。そう、これはねいいなと思っちゃって。そっちの方が絶対楽ですよね。これ楽っすよね。一社ごとに投げるより絶対楽ですよ。そうなんですよ。でそれの審査待ちとかも長いからね。クラウドローンさんの仕組みはもうユーザーさんがクラウドローンさんに申し込めば、あとは銀行さんからオファー提案が来るだけ。変な押し付けもないし、いいな。俺も借りようかな。それいいっすね。はい。でローンの仕組みも簡単で、会員診断いくら借ります打ちますね。そこから何年間分割します、じゃあ今借り入れがありますかとか、何回払いしたいですかとかを打つだけ、それで保証会社からの審査判定が来て、もう審査通過、あとはもう銀行への本申し込みして入金。なるほどなるほど。だからこれ1個保証会社が挟まってるんで早いんですよ。そういうことです。その保証会社が OK って言ってるから銀行は信用あるんだな。だからもうあとこれぐらいで貸せますよっていう提案だけなんで早いっていう。なるほどなるほど。難しいな。自分だったら銀行ローンを進めたいけど、もう将来いい車乗りたいし信用作りたいって人だったらマイカーローンもいいなと思うし、難しい。そうですね。実績を残して今後に生かすかどうかっていうところですよね。そうですね。もう金利の付け方もいろいろ 2パターンあるんで、ここもちゃんと気にしてお金借りてほしいなと思います。そうですね。ということでお金の借り方いっぱいありますけど、こんな楽しい GTR もね、金利が高かったら乗れないじゃないですか。無理ですね。これ何パーセントですか？これは今0%ですけど一括で買ってるからね。そうですね。いやそれは自分の努力でしょ。とはいえそんなことができる人も少ないんで、そういうことができない人は分割でも金利の安いところを選んでコツコツ返していきましょうと。そうですね。いうお話でした。気になった車には査定が回せるっていうのは。あと車って中古で買おうと思ったら生物じゃないですか。そうですね。買いますちょっとローン通してからでいいですかっつってキープしてくれる会社なんてほとんどないんで。ないですね。その間に売れたらね、その車との一期一会の話もなかったし。ないです。はい、我々の話もないし。ないですねということで 35GTR トラックエディションを全く活かせない撮影でした。はいすいませんでした。はい、650馬力を活かせる時はまた来るのでしょうか。車欲しい時に買いましょう。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。国産のエンジンって何かありましたっけ？あとスポーツエンジンはないですよね。あと一般の車の直産ぐらいしか。なんであえて直産したんでしょうねこれ。 WRC の規定で 1618cc までしか排気量上げれないらしくて、それのベストバランスが直産だったっていう話は聞いたことはあるんですけど、最近直4のエンジン開発されてますけど。そうですね。安っぽさが全くないな。なんだこれなんだこれ。ボディカチカチですか？なんだろう、なんか全然違うな。足だけじゃなくて、車っていろんなとこから高級感で感じるじゃないですか。ですね。その内装だけじゃなくて、乗った時のこのキシキシ音とか、振動を一つ超えただけでも入力というか、こんな感じなんだ。でこれ馬力300馬力あるんですもんね。ですね。300馬力で1280キロはチートだな。チートですあとミッションの音がすごいめちゃめちゃゴリゴリ。そうです。意外と音鳴りやすくて、なるんですね。そうなんだ。こんなにコクンってなるんですね。街中走ってるとかなりガコガコ聞こえる。ガコこえる。ガコなりますねこれは。いろんな車乗ってみてもかなり鳴る方だと思いますね。あと意外にデフの音も鳴ってるな。キュイーンとか。ですね。一応上のグレードのみトルセンの LSD がトルセン入ってんだ。入ってますね。いいっすね。必要最低限は。これはせっここれはせこいっすね。これト
トルクせこいなこれでノーマルですからね。なるほどね。スポーツモードだともう少し気持ちいい加速しますね。なんかこれってエンジンだけじゃなくてすげえボディなのかな、すごい硬い感じが、サス変える前からこの乗り味でしたからね。前期の方がもうちょっとこの路面に対する追従感というかサラサラした感じあったんですよ、運転させてもらってて。こっちってすげえどっしりしてて、225全部こう面で使ってますよ感すごいですもん、横乗ってても。そうなんですよ。何なんだろう、なんでこんな高級感あるんだろう別に内装がすごく高級感あるっていうわけじゃなくて乗り味なのかな、こんな違うんだ。全然違いますね。どちらかというと GR86 を小さくした感じの方が近いかもしれないですかね。あと視界性めちゃくちゃいいわこれ。今の車ってやっぱこのタブレットでねこう上にこう飛び出してるの多いんで、ちょっと嫌だなと思うことあったんですけど、これは見やすい。これ今トルク配分どんな感じなんですか、スポーツは。ギアの配分はノーマルなんで、前が6の後ろ4、これをトラックにすると若干入るなこの車。何これ。意外とコーナーはもう峠とか安心して。すごい。今ブレーキ踏まずにそのままフロント荷重かけずにでもフロントがグリグリっと巻いてくれるんですね。すごいなこれ。あららら入りづらい。これは入りづらい。ちょっとトラックの椅子で失礼して。これ乗った人じゃないと分かんないなそうちょっと口では説明しづらい独特のフィーリングが。そうですね。なんか飛行機ちょっと値段 10% ぐらいね値段上がってるけどそれ以上の価値あるし悩んでる人は飛行機買った方がいいなこれですね。もう納期もだいぶ早くなりましたから。あ、もう早いんですね。そうね、僕のこれ買った時は半年待ったんですよ。もっと前の人はもう1年とか待ってるんですけど、今だと 2,3 ヶ月。いいですね。まだいや試乗車あったらこれ乗ってほしいですね。なんだろう、ぜひ乗っていただきたい。確かに GR86 は86のそのね FR で NA でっていう楽しさあるんですけど、やっぱこっちは小排気量で下級圧をかけてトルクを出してるっていうこのちょっと正反対な感じもあって面白い。でしかもやっぱターボが多分でかいんでしょうね。結構ドッカンなとこが何千回転ぐらいなんだろう。感覚的にはもう今のちょうど3500あたりが。そうっすよね。この車上使っても垂れないみたいな感じが若干あるかな。とはいえやっぱこの軽量に作ってる分若干ロードノイズがするな。キャンバーつけてるのか、それもあるかも。いやこれ最初見た時はすごいこのスープラみたいな昔のスープラみたいなねこのインパネのこの配置というか、この辺も若干狙ってるんだろうなと思いつつ、そうなんだね。逆にこれ 8AT も乗ってみたいな。ちょっとこれマニュアルなんでね。DAT 結構いいって言うじゃないですか。みたいですね。実は僕1回も乗らずにこれ納車しちゃってるんで言葉知らないんですよね、フィーリングを。どうなんでしょう、割合的には売れてるのはやっぱマニュアルなんですかね。まだマニュアルが多いっていう噂は聞きますね。前期はなかったんですよね。そもそもエンジンも西日でついちゃってる RS ってやつがあったんですけど、オートマ初ですね。ですよね。はい。この DAT だとこれ一応デュアルクラッチになるんですか、 D8AT だと。なんか普通のトルコンオートマらしいです。で従来あった FF 用のオートマをクラッチを増やしたりとかソレノイドバルブを強化したりとかしてめちゃくちゃ楽しいオートマに仕上がったっていうのが、トヨタさんの歌い文句なんで、じゃあもう 8AT 買おうが NT 買おうが楽しさのスポイルされてるとかあんまないんでしょうね。もうどっちも楽しいと思いますよ。ずーっとメッセージトルク施工マジでこのトルク施工やこれ。4速でこの加速ですからね。男2人乗ってこの加速はやべえな。エアコンもつけてエアコンガンガンに効かしてましたからねさっきまでいやすげえな、マジか。この背中に張り付く感じはやっぱり86とはちょっと一味違うな。そうですね。だからもう最初の 1,2 速とてつもない加速しますね。あとは4駆の安心感もやっぱありますね。ですね。やっぱり後ろがこうかくんじゃないかなっていう、こう不安感は全くないんで、これいいかも。大きく変わった方がいいこれ。結構ねタービンの音がもうしっかりきますね。シューって音しますね結構。しますね。ああなるほどね。タービンとか書いてあるとどうなんだろうこれ、軽くしたりしたらいやちょっと恐ろしいですよね。恐ろしいですねいや正直この仕様で
バンジンがじゃあフルに扱えるかって言われたらもうハテナぐらいのレベルですからね。すごい。最近のトヨタいいのはやっぱ社外部品も純正オプションもいっぱいあって楽しいですよね。そうですね、楽しい。メーカーオプションで出してくれるのはやっぱ大きいっすよね。こんなに屋根高い車がこんなにしっとりして動くのも異常だもんな。そうなんですよ。だから意外と背高いからそんないい動きしないだろうと思って乗ってみたらあらびっくり。面白いマジで。いやーこれせこいな。せこい。峠楽しいですよこの車。いやこれは峠とかジムカーナとかやっぱショートコース向きなんでしょうね。ですね。キビキビ動くんでめちゃくちゃキビキビしてるし、逆にこれを純正でやられると何をやればいいんだろうって悩んじゃうぐらい。そうなんですよ。初期投資がやっぱ高い分カスタマイズの楽しさは若干減るかもしれないけど純正がもう楽しすぎて RZ でフルオプ込みでも600万ぐらいっていう噂を聞いてたんで。そうですね。でハイパフォーマンスになるとプラス50ぐらいなんで。なるほど。じゃあまあ素を選べば、まあ、500程度ぐらいではまあ買えるってことですよね。そうですね。とはいえそう考えるとやっぱ GR86 コスパいいな。ですね。新車でいろいろつけても400万以下だもんな。ですね。倍はいかないですけど悩ましい。めちゃくちゃ正反対の車だけど悩ましいな。どっちも楽しいけどどっちがいいって言われても選びきれないな。選びきれないんですよねこれね。これ GR カローラというまたチートな選択もあったり。本当は僕これ前期の中古買おうかなって悩んでた時期あったんですよ。いや いっぱいいると思いますよそれ。そうなんですよ。どうせあまりにも納期がね外装ぐらいでしょって多分思ってる人多いと思うんでで引けてみたらね全然違うやんと。逆にここまで違って値段も 10% アップぐらいだったら、ね、いいのかなと思うぐらいかもしれないですよこれは。中古も意外と価格安定してるというか、まあそうですね。全然下がってないんで。前期だろうが全然下がってないですからねまだ。ですね。まだ300万とか全然ありますし、そう考えるとやっぱ今のトヨタは買い時な車がありすぎてどれにしようかどれにしよう今が狙い時ですね。悩むな。すごい悩む。正直学生だったらコスパよくズンロクを買うという手もありですし、かといってズンロクのマニュアルもまたちょっと値段上がってきてるしね。上がってきましたね。かといってホンダに行ったらシビックは高いしFL はねもうアコードなんじゃないかっていうサイズになっちゃってるし、意外にこのサイズでホットハッチって今意外に絶滅危惧種なのかもしれないですね。新車だともう数えるぐらいしか。そうです。 GR ヤリスかスイフトぐらいしか正直今頭に浮かばないですね。そうなんですよ。フィットは正直もう全線離脱しちゃってるからですね。まあかわいそうですけどね。まあ認めざるを得ないですけどしょうがないですね。ターボ化しなかったゆえのですね。スイフトが出ちゃってねだいぶホットハッチ界隈過激化しましたね。強すぎてね。もともとは NA でぶん回して楽しいのがもう今はハイパワーになっちゃってるんで、今まで楽しい FF が EK9 とかのイメージでしたけど、これだったら乗っちゃえば楽しいぞっていう。やっぱこの加速感とか現行車についていこうと思ったらこれぐらい買わないと1人でついていけないからな。ですね。あと伸びしろがねやっぱりまだまだ ECU チューンしてもまだまだあるでしょうし、 ECU チューンでも給排気変えれば400ぐらいで出せるんで前期だと400馬力出てたらもう全然世界線違うだろうな。まあ、ただ後期ちょっと ECU の解析が全然進んでないらしくて、まだサブコンでしかつけてる人いないらしいんですけど、それでサブコンで380出てますからね。いやもう十分っす。十分っす。トルクが56キロだかくらい出るらしいんで、もう昔の RB エンジンっすよもう本当に。まあそれにしてもこのトルクは美味しいですね。やっぱり短距離ダッシュはもうお得意様というか。お得意様ですね。なんかこういうコーナーをゆっくり走ってるだけでも買った人は買ってよかったなって思えるんじゃないかってぐらいちょっと非日常を味わえる気がしますね。そうなんですよ。やっぱ新しい車の良さあるな。良さありますね。いやーやっぱ昔の車の方が良かったねってよく言われてましたけど、全然もう侮れないですね。いや全然侮れないですね。新しい車は精密に壊れにくくなってるし、すごい。でまあ冷制御がちょっと邪魔っていう人もこの車だと完全オフもロードによったらできるんで全然楽しめますよね。
GR86 もまだ電子制御ゼロにできるっていうことを考えると素晴らしいな。素晴らしいですね。やっぱりそうなるとお金かけてもいいっていう人だったら GR86 にターボスーチャーキットをつけて、ね、FR でハイパワーを楽しむみたいなのもできる世界線になってるんで、すげえトヨタすごい日産があれだけ撃沈してるとね、どっか車界隈も元気じゃないかなと思ってたら、もうトヨタがガンガンやっちゃってるんで、やっちゃってますね。面白い面白い。ちょっと前までやっちゃい日産って言ってたはずなのに、やっちゃい秋夫になっちゃってますね。やっちゃいましたねここまでやってくれる会社はもうないっすよ。素敵すぎる。いやでもこれめちゃめちゃいい動画になった気がします。86ヤリス前期後期めっちゃ悩んでる人多いと思うんですよね。いや多いと思いますね、まあ一つ言えることは後期のヤリスか GR86、まあそこはね FR がいいとか四駆がいいとかあると思うんであれですけど、絶対後期買うし。ありがとうございます。はい。